思い切って今日はしないということをリストアップすると、逆に自分のやらなければならないことも見えてきます。はい、皆様こんにちは。法華経の話第19回です。この動画は法華経という仏教の経典を拝読していきながら、仏教に関することなどをお話ししています。なるべく簡単にお話しすることを心がけています。どの回を聞けば何がよくわかるという構成ではないので、少しずつ聞いていただいて、仏様の教えに関して一緒に考えていっていただければと思います。では、今回のお話です。今回は無量義経説法本第2のまとめをお話ししたいと思います。前回までに死体と十二因縁と六波羅蜜についてお話をしてきました。この3つの教えは仏様が真実の教えに導くために説いた仮の教えだということを述べました。真実の教えに至るまでには、この3つの教えの以外にも空の教えなど大変にたくさんの教えが説かれたのでした。ところでこの3つの教えにはそれぞれの教えをマスターした方がおられました。死体は正門という方々がマスターした教えです。十二因縁は円覚という方々がマスターした教えで、六波羅蜜は菩薩がマスターした教えだったわけです。ちなみにこの円覚はお経文の中では百四仏という名前でも出てきます。この正門、円覚、菩薩という方々に関しては以前少しお話をいたしました。10回ということをお話した時に出てきた方々です。10回は迷いと悟りの世界を地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天、正門、円覚、菩薩、仏の10に分けたものです。このうち地獄から天までを六道、陸道と言ったり六道と言いますが、六道輪廻という言葉を聞いたことがありますでしょうか。地獄から天までは迷いの世界であるので、その迷いの世界の中で生じ、生き死にを繰り返すことを六道輪廻と言います。天が迷いの世界に含まれるというのは不思議に思われるかもしれませんが、この辺は実に仏教らしい考え方ですね。それから正門、円覚、菩薩、そして仏、仏界までを迷いを世界を抜けた世界と捉えて、この4つの境界を死生、死生と言ったりします。少し複雑な形になるんですけども、簡単にで結構なので、頭の中にこの10回と迷いの世界や死生、迷いの世界を抜けた世界におられる方々といったそういった関係性を頭の中に入れておいていただくと良いと思います。特にこの正門と円覚は法華経の前半の部分でこの人たちがメインの役割を果たしていく方々になります。迷いの世界を抜けた方々がどんな役割を果たすのか、そのあたりのことを念頭に入れておいていただくといいと思います。さて、たくさんの教えが説かれた結果、人々がどのようになったかというと、はい、これはこういうふうに読みます。このゆえに、諸説、中説、後説の文字は、これ一つなれども、一なれども、しかも義は別地なり、別異なり、義の異なるがゆえに、衆生の義も異なり、義の異なるがゆえに、特法、
特化、特道もまた稲荷。このように説かれているんですね。これは、初めに説いた教えと、中頃に説いた教えと、そして後に説いた教え。言葉は同じようでも、その内容は違っている。内容が違っているので、教えを受ける人々の理解もまた違ってくる。理解が違ってくるので、それによって体得するところの法、真理も、そして果報も、そして道、悟りも異なっているんだというわけですね。教えによってそれぞれ得るところもその結果も異なってしまったわけです。それで良いのか、ここは考え方の分かれるところですね。人それぞれ自分の満足するところでいいんじゃないかとおっしゃる方もおられると思います。しかし、仏様としてはそのように思えなかったわけです。そもそも仏様が主上に本当に伝えたかった真実の教えがあって、そこに至るまでに説いた教えで、とりあえずの悟りを得たとしても、それはまだ道半ばでしかなかったんですね。そのことを仏様の絵座に集まった人々が理解をして受け止めることができたと、この説法本第2では説かれています。なるほど、仏様のおっしゃることが分かりました。今まで説かれてきた教えにこだわらず、真実の教えを受け止めるようにしていきましょう。そういう姿を絵座に集まった方々が仏様に示されたわけです。それが次のような教文です。皆よく随順して不退転の法輪を転ず。随順というのは仏様の心に従ってという意味で、途中で止めない、やめないというような意味もあります。自分勝手にこれくらい理解したからもういいやとやめてしまったり、飽きたから前の教えに戻っちゃおうとか、そういったことはしないということですね。そして転ずとありますが、仏様から教えていただいたことを聞くだけではなく、自分でも語り伝えていくんだというわけですね。主体的に伝えていこうとするということです。聞くだけではなく実践し、また他の人に伝えていく努力をするというところが、これも仏教らしいところだと思います。そして説法本第2は次のように終わるんですね。無料の主情はあのくたら300三宝台の心を起こしきと終わるわけです。このように極めて多くの人たちが最高の悟りを求める心を起こしたと、そういう意味です。またあのくたら300三宝台が出てきましたね。これは仏の知恵というような意味です。そしてここに発心、心を起こしき、発心という言葉が出てまいります。今回はこの発心についてお話をして終えたいと思います。発心とは心を起こすこと、心を発することです。どんな心かというと、菩提心、仏になりたいと思う心です。菩提心というのは特に大乗仏教においては菩薩の心を言います。これに関しては第6回の法華経の話で述べておりますので、そちらをご覧ください。菩提心を起こすというのが発心です。つまり仏になろうと思う気持ちは誰かが起こしてくれるのではなくて、自分で起こしていくものなんですね。この発という漢字はもともとは発という漢字でした。これは弓が発と飛んでいく様子を表した漢字なわけです。やはり自分の中から出ていくことを表しています。ですから発心は現代でもやる気を出す、やる気を起こすという意味で使われるわけです。ところでやる気を出すのって大変ですね。やる気を出そうと休憩したり、休みを取ったり、お昼寝をしたりしてみるのですが、やる気の出ないときは本当にやる気って出てくれません。結局発心ですから、
自分の中にやる気がないと出てくることはないんですね。もう私もやる気が出なくて困ることがしょっちゅうあります。その中で試してみて一番良かったと思うのが、それは今日やらないことを書き出すということです。やる気が出ないときは単純に疲れているときもあるのですが、あれもしなければ、これもしなければといろいろやることで頭がいっぱいになっているときがあります。変な言い方ですが、こういうふうにやりたいこと、やらなければならないことを欲張ってしまっているときは結局何も手につかないんですね。そうしてうずうずしているうちに時間だけが過ぎていってしまいます。ですから思い切って今日はしないということをリストアップすると、逆に自分のやらなければならないことも見えてきます。私はやる気が出ないときはこれをしています。よろしければ試してみてください。さて、仏様の絵座に集まった方々は発心をした。ということで、説法本第2は終わりました。あっちの教えをやろうとか、こっちの教えをしようということではなくて、一つの教えに向かってやっていこう、仏になっていこうということを発心したわけです。続いて、十九読本第3に入っていきますが、それは次回のお話とさせていただきます。それでは今日の話はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。